もしあなたの知り合い全員のところに見られたくない写真がばらまかれていたら、遡ることおよそ11年前の2012年3月、カナダブリティッシュコロンビア州南西部の都市ポートコキットラ。この町のある学校へ登校した少女は震える手でカバンを置くと息を潜めるように着席しました。彼女の名はアマンダ・ミシェル・トッド。アマンダはこの日転校してきたばかり。しかし彼女がこわばった表情をしているのは転校初日の緊張からではありません。例の子来たわね。本当だ、よく学校来れたね。遠巻きにアマンダを眺めつつひそひそと噂話をする生徒たち。アマンダはなぜかまだ名前も知らないクラスメートから好奇の目を向けられていたんです。その視線に耐えきれず教室を出ることにしたアマンダ。そしてそれは彼女が自分を見て笑っているクラスメートの後ろを通りかかった時のこと。何よこれ。クラスメートのスマホに映されていたその内容にアマンダは動揺を隠しきれませんでした。なぜならそのスマホに映っていたのはアマンダの裸の写真だったんです。転校初日からクラス中にばらまかれていた裸の写真。なぜクラスメートたちはその写真を持っていたのか。実はこの出来事はある男から少女への嫌がらせの一部でしかなかったんです。おそす。森永の焼きプリンの蓋にだいたい水滴ついてるよね。ケンちゃんです。この美貌、四十報奨、ヤミコです。これ言う前に読み方 PC で調べてた説が。本日ご紹介するのはカナダで起こったネットを介した脅迫事件についてなんです。この事件、当時15歳だった少女が一人の見知らぬ男に数年来嫌がらせをされ続けたというものなんです。これっていわゆるネットストーカーってやつ。知ってる人でもただでさえストーカーとか嫌なのにさ、知らない人とかめちゃくちゃ怖くない？ほんと。そうだよね。知ってたらさ、なんか身元特定して訴えるとかできるけど、知らない人だとさ、怖いっすよね。体が知れないわよ。しかもね、この男ただ付きまとうだけじゃなくて、被害者となった少女が生活ができなくなるところまで追い詰めたというんですよ。そうじゃない。そこにはですね、誰でも発信できるがゆえのネット社会の深い闇があったんです。無言の SOS。遡ることおよそ11年前の2012年9月7日、カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーの一部を担う川沿いの町ポートコキットラムで暮らすその少女は自室でビデオカメラの前に佇んでいました。少女の名はアマンダ・ミシェル・トッド。長く伸ばしたブロンドヘアにパッチリと大きな瞳。しかしその顔はひどくやつれており、表情も暗く沈んでいます。口元から下だけが映る位置にカメラをセットしたアマンダ。彼女は録画スイッチを押すと、その手に持っていたカードを一枚一枚めくりながらカメラに映していきました。この3年間は本当に地獄だった。仲良しの友達はみんな離れていた。一言も声を発さずカードを順番にめくっていくアマンダ。そして悲痛な言葉が綴られたそれらのカードは次の言葉で締めくくられていました。もう私の周りには誰もいない。お願い、誰か助けて。相当追い詰められてるっていうのは伝わってきたんだけど、これ何のために撮ってるの？誰かに渡すためとかってこと？実はね、アマンダはね、YouTube に動画をアップするために撮ったんですよ。おー。そしてこのアマンダが使った手法はフラッシュカードと呼ばれるものなんです。その効果もあって、この動画は後に強い注目を集めることに。というわけで本日のメトラキーワード、フラッシュカードの効果について。フラッシュカードとは単語や記号などが書かれたカードを用いて見る人の脳に強いイメージを伝える伝達手段。特に幼児教育の場で多く用いられるもので、テンポよく視界に訴えることで脳に刺激を与え、知識や記憶力の増加を促す目的で使われます。脳の中でも視覚理解を司るのは右脳の役目。そして右脳を刺激するとイメージ力や記憶力を引き出すことができます。動画で一言も発さずフラッシュカードを用いたアマンダの真の意図は分かりませんが、結果としてその SOS が人々の記憶に強く刻まれたことは間違いないんです。約9分間の動画を撮り終え、小さくため息をこぼしたアマンダ。彼女がネット上で SOS を発信するほどに追い詰められていたその理由とは。アマンダはこれまでの3年間で一体何を経験したというのでしょうか。2009年11月、それはアマンダがまだ13歳の頃。緊張する。誰か見てくれるかな。アマンダがいればきっといっぱい見てくれるよ。この日、当時中学1年生のアマンダは友人に誘われ、初めてネット上で生配信をしました。容姿端麗なアマンダを誘えば必ず見てくれる視聴者がいると友人は考えたんです。そこから画面上に顔を映し、しばしたわいもない話をしていたアマンダ。すると少しずつではあるものの、次のようなコメントが流れるようになるんです。可愛いね。まだ中学生なの？大人っぽくていい
いいね。友人はコメントを見ると、やっぱりと言わんばかりの表情でアマンダに笑いかけました。ほら、みんなアマンダのこと褒めてる。すごいコメント数。嬉しそうにそういった友人を前にまんざらでもない様子のアマンダ。この日以来、彼女は一人でも生配信をするようになっていくんです。まあみんな SNS 上で誰しもさ、スターを求めてるようなものじゃない、心のどっかで。普通に今まで何も発信してない可愛い子とか特徴ある人が発信したりするといきなりバズったりするわよね。最近はさ、いわゆる有名な人ってむしろそういう素人感というか、なんか素朴な感じの方が逆に目立ちますよね。その、すごいコンテンツが溢れてるからこそ。ただね、懸念点があるとすれば、アマンダがまだ中学生だったというところで、ネットリテラシーに関してはね、まだまだ未成熟なところがあったんですよ。その後、アマンダは両親に頼み込んで性能のいいウェブカメラを購入し、さらに配信にのめり込んでいきました。そして活動しているうちに彼女の元へはちらほらと視聴者からのメールが届くように。そんな中、アマンダはある少年のメールに心をつかまれるんです。あ、今日も来てる。アマンダと同じ年頃のその少年のメールはいつしか彼女の毎日の楽しみになっていました。少年はアマンダが嬉しくなる受け答えが分かっているかのように、彼女が喜ぶ内容のメールを毎日送ってくるんです。そうしているうち、アマンダと少年はチャットツールを持ち、音声での会話もする仲になっていきます。彼とのお話は本当に楽しい。どんな人なんだろう。会ってみたいな。顔こそ見たことがなかったものの、アマンダはいつからかその少年に恋心に似た感情を覚えていました。そして彼女が完全に心を許したその時のこと、少年はチャット越しにこんなことを言い始めたんです。なあアマンダ、頼みがあるんだ。一度でいいから君の胸を見せてくれないか。なんでやねん。思春期だからって何でも許されるとか思ってんじゃないわよ。いきなり何言い出すんだよ。さすがに失礼よ、少年だとして。それがですね、実はこの少年、ただね、思春期の少年のちょっとした出来心というだけではなかったんですよ。何ということ？その日以来、少年は何度となくアマンダの胸が見たいと催促するようになりました。お願いだアマンダ。僕は君のことをもっと知りたいんだ。何度もせがむ少年の頼みを最初こそ断っていたアマンダ。しかし少年のことが気になっていたアマンダは、もっと親密になりたいという彼の言葉に徐々に心が揺らいでいくんです。顔も見たことない人だけど、彼になら見せてもいいかも。そうやって悩みに悩んだ末、アマンダはつい裸の上半身をカメラの前で晒してしまうんです。ありがとう。すごく綺麗だ。これで前より君に近づけた気がするよ。少年の言葉を聞き、恥ずかしそうにはにかんで見せたアマンダ。この時彼女はまだ知らなかったんです。まさかこの出来事が地獄の始まりだったとは。やっぱりなんか相手の男の子がなんかやらかすってこと？そうなんですよ。ようやくね、ここからついにアマンダはネットの本当の恐怖を知ることになるんです。数日後、自室でパソコンを開いたアマンダは Facebook で送られてきたあるメッセージに顔をしかめていました。何よこれ。彼女が見ていたのは次のようなメッセージ。もっと裸を見せないとお前の写真をばらまくぞ。まさか彼が？一瞬やり取りしていた少年のことが脳裏によぎったアマンダでしたが、彼がやったとは考えたくなく、結局はそのメッセージを無視することに。以降もあまり深く考えず、普段通りに学校へ行き、家ではネット配信を楽しむ日々を過ごしていたんです。しかし不審なメッセージが届いてしばらく経った2010年12月25日、クリスマスを迎えたこの日、最悪の事態がアマンダを襲うことに。玄関の扉を開けると、そこに立っていたのは2人の警察官。そして警察はアマンダに向かい、神妙な面持ちでこう告げたんです。アマンダ・トッドさん、あなたの写真がネット上で拡散されているようです。そう、拡散されていたその写真は紛れもなく、アマンダが少年に見せた裸をスクリーンショットしたものでした。そんな、どうしたらいいの？一度流出してしまえば完全に消し去ることは難しく、アマンダはその写真をネット上で見つけるたび恐怖に震えていました。彼女が何より恐れたのは、その写真を自分の知り合いが見つけてしまうこと。ただアマンダがそうやって不安を抱いた時にはもう手遅れでした。実はアマンダの写真はすでにクラスメートや教師の自宅に送られていたんです。そう、写真をばらまいた犯人は恐ろしいことにアマンダの交友関係を完全に把握していたんです。こうして外に出かけることさえできなくなってしまったアマンダは、自室にこもる生活の中でうつ病とパニック障害を発症。常に情緒不安定で泣きわめき暴れる彼女の様子に、両親は転校を決断せざるを得ませんでした。しかし実は転校したところで状況が好転することはないんです。新しい学校にいたらなんで状況が変わらないの？だって転校先のみんなは知らないわけじゃない、アマンダのこと。普通はそうなんですけど、ネットストーカーってね、めちゃくちゃ粘着質でもうほんと恐ろしいんですよ。なんか粘着されたこと、ネットで現実世界でのストーカーとか聞くじゃないですか。僕もされたことあるんですけどオンラインでさずっとされたことあります？確かに。だから会ったこともないし見たこともない人が自分をどっかで監視してて、で自分のコミュニティにいろいろばらまくわけでしょ。そんな経験ないわ。ないっすよね。怖いわよ。終わらない悪夢。
外出さえできなくなってしまったアマンダの状況を改善するべく、家族は2011年の初めにブリティッシュコロンビア州内の別の町へ引っ越すことに。引っ越しの後もアマンダはしばらく自宅へ引きこもる生活を続けていたんですが、数ヶ月後には徐々に外出を試みるようになり、回復の兆しが見え始めていたんです。しかし引っ越しから1年後、新しい学校にもようやく馴染み始めたその頃、またしてもあの悪夢がアマンダを襲うことになるんです。なあ、これお前だろ。アマンダが登校して席に着くとニヤニヤと笑いながらスマホを見せてきたクラスの男子。それは Facebook のプロフィール画面。そのトップにはアマンダの裸の写真が設定されていたんです。当然アマンダの名前で作られたそのアカウントに彼女が心当たりなどあるはずがありません。しかしそのアカウントからは確かにクラスメート全員にコンタクトが送られていました。この一件をきっかけにいじめの対象になってしまったアマンダは自傷行為を繰り返すようになり、再度転校を余儀なくされるんです。どこで見てんの犯人は。転校先のクラスメートとかさ、どこで知ったし調べたのよって話じゃない。なんか見ず知らずのさ、女の子を追い詰めるためだけにこんな労力避けんだったら他のとこ避けようって毎回やばいやつ出るたび思うんすけど、いやなんかね、わかんないっすよね。そんなに人のこと気になるんだっていうね。こうして2度目の転校をすることになったアマンダ。すると実はここで彼女の傷を癒してくれようとする人物が現れたんです。アマンダのことは俺が必ず守るよ。アマンダを心配してメールを送ってきたのは彼女が昔住んでいた地元の友人。アマンダよりいくらか年上のその男性は彼女が写真をばらまかれた事情も知っており、アマンダがどう過ごしているかずっと気になっていたというんです。そこから2人のやり取りは毎日のように続き、休日を利用して会ったアマンダと男性はその日のうちに肉体関係を結びました。やっと味方してくれる人に出会えた。そう、アマンダはまだ知りませんでした。この男性との一件で自分がさらに追い詰められることになるとは。それはアマンダが男性と会った日の1週間後のこと。アマンダって女いる。突如アマンダの学校へやってきたのは怒りをあらわにした一人の少女。教室の扉を開いたその少女の後ろには彼女の仲間と思わしき十数人の少女が立っている。そして少女はアマンダを見つけると声を荒げてこう言った。あんた何人の男に手出してんのよ。少女はそう叫びながらアマンダに詰め寄り、彼女の髪の毛を乱暴に掴むと教室の外へ引きずり出す。そんな、彼は恋人はいないって言ってたのに。アマンダはその事実を信じたくはなかったが、少女は続けざまにこう言った。あんたみたいな女本気で愛されるわけないじゃない。彼はあんたがへこんでたから優しくすればすぐ落とせると思っただけよ。アマンダはそのまま十数人の少女に囲まれ、殴る蹴るの暴行を加えられる。父親が迎えに来るまでそのまま廊下に倒れ込んでいたアマンダ。彼女に手を差し伸べようとする同級生は誰一人としていなかった。この事件の後、アマンダの Facebook ページには同級生をはじめ何十件にも上る誹謗中傷が寄せられるように。当然の報い、死ねばいい。ようやく見つかった心の拠り所を失っただけではなく、またしても学校での居場所をなくしてしまったアマンダ。思い詰めた彼女はその日漂白剤を飲み込み、自ら命を絶とうとするんです。結局すぐに病院へ運ばれ一命は取り留めたものの、その後3度目の転校をしても状況は変わらず、アマンダがどこへ行っても犯人は必ず彼女の写真を学校中にばらまいているんです。そしてアマンダはこの後ついに最悪の結末を迎えることになるんです。なんか恨みがあるとかってわけでもないでしょ。10代の女の子、ここまで追い詰めて何が楽しいの？どういうつもりなの？理解できないよ。理解しなくていいし、したくないですよね。気になるのは、こんなことされてさ、アマンダがこの後一体どんな末路を辿ってしまうのかっていうところだと思うんですよ。そして彼女を追い詰めた犯人の正体とは。少年の正体。もう私の周りには誰もいない。お願い、誰か助けて。2012年9月7日、アマンダはフラッシュカードを用いた9分間の動画を YouTube 上にアップしました。タイトルはマイストーリー、逃走、いじめ、自傷行為。そして動画がアップされた1ヶ月後の10月10日、次生まれ変わった時は普通の女の子として幸せな人生を送りたい。アマンダの目の前には天井から吊るされた1本のロープが。彼女はこの日15年の短い生涯に自ら終止符を打つことになりました。約3年間にわたって一人の人物に追い詰められ続けたアマンダ。犯人がその3年でアマンダに送ったメッセージは実に700件にも及んだと言われています。こんな私体験したことないからさ、無責任なこと言えないから、なんだろう、知らないで頑張ってとか言えないわよ、この子に対して。本当に犯人が許せない。結局ね、本当に最悪の結末を迎えてしまったんですけれども、やっぱり気になるところ、犯人の正体なんです。アマンダの死後、事態を重く受け止めた警察は彼女の写真をばらまき続けた犯人の特定を急ぎました。そして2年後の2014年1月、ついに犯人が逮捕されることに。犯人の正体はオランダ南部の都市ティルブルグで暮らしていたアイリーン・コバンという男。アマンダと同世代だと言っていた少年の正体はなんと33歳の成人男性でした。
アイディンはボイスチェンジャーを用い巧みに思春期の少年を演じていたんです。アイディンはリサイクルショップで働いていた男で、その傍らパソコンやネット関係の勉強に没頭。彼はその知識を生かし Facebook 上に96ものアカウントを作って常日頃見ず知らずの若い男女にコンタクトを取っていました。そして人工知能を利用したボイスチェンジャーを駆使し少年少女を騙しては嫌がらせを行っていくんです。その被害者数はなんと約250人。警察が家宅捜索を行うと、アイディンの自宅からは若い男女から搾取した4000本のビデオ、20万枚の写真が発見されました。こうして迎えた2017年、アイディンは詐欺、恐喝、児童の公然陳列の罪などで懲役11年の刑を言い渡されることに。しかしオランダの裁判所で下されたこの判決はアマンダの事件とはまた別件。カナダ警察はアイディンの身柄引き渡しをオランダに要求し、2022年には新たに13年の懲役が追加されることになりました。こいつマジでやってることやばすぎ。正直刑が軽い気しかしないんだけど、やっぱ殺人罪とかじゃないから、なかなか裁くのが難しいのかもしれないとは思うけど、やっぱ軽すぎると思う。でも間接的にね、直接手は下してないとしても、もう殺人者と一緒ですよね。これってネットを介してるかどうかっていうことじゃなくて、追い詰めたかどうかっていう観点で言うと、やっぱ罪軽く思っちゃいますよね、僕らからすると。アマンダの死後、彼女のアップしたフラッシュカードの動画は口コミで広がり、たった3日で160万回も再生されることになりました。この動画は当時のブリティッシュコロンビア州首相クリスティ・クラークの目にも留まり、ネット犯罪防止やいじめ防止に対し資金援助の強化が提案される運びに。死を目前にしたアマンダの行動により、国全体がネット犯罪やいじめ問題の重大さを再認識することになったんです。不特定多数の人とつながれるインターネットの世界には、至る所に犯罪のリスクが潜んでいます。そうしたネット犯罪が撲滅されるべきなのは当然のこと。被害者への差別が絶対に起こらない社会になっていくことを僕は強く願います。